皆様こんにちは、セリナです。今回は10月28日全国発売、10月14日から先行発売中のシャネルホリデーメイクアップコレクション2022ルマンデラ・リュンヌよりレキャトルオンブル937とエクラルネール887、ディオルミエール、そしてルージュアリュールレクストレの827をご紹介していきます。今回のコレクションはシャネルナンバー5と月にインスパイアされたコレクションということで、温かみのあるゴールド系のカラーがすごく可愛いですよね。定番のレキャトルオンブルの他にもマルチに使えるフェイスパウダーやグリッターのパレットなども同時に発売されているので、こちらの使用パターンもいろいろとご紹介していきたいなと思います。こちらのチャンネルでは各ブランドのクリスマスコフレとサブチャンネルではクリスマスコフレの別の使い方の動画もどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ホリデーメイクアップコレクション2022ルマンデラ・リュンヌ月に願いを込めて、シャネルメイクアップクリエイティブスタジオがデザインした月にインスパイアされた壮大なコレクション。輝かしい天体のあらゆる姿を表現した美しいコントラストを叶えるカラーパレット。繊細な光彩を奏でながら多彩なシェードが表現するのは、夢と神秘が織りなす磁力のように人を引きつけるメイクアップルック。ということで、今回ご紹介していくのがレキャトルオンブル937オンブル・ドゥ・リュンヌ。ナンバー5のボトルとシャネルのロゴがモチーフとしてかたどられた特別限定品の4色アイシャドウパレット。月の光からインスピレーションを受けたコッパー、アンバーゴールド、ブロンズ、ブラウンの4色がマットとサテンの質感を叶え、コントラストが強調された目元に仕上げます。続いてエクラルネイル887オーローズ。輝きをプラスするフェイスパウダーマキシサイズ。月の神秘性と幻想性にインスパイアされた特別限定品のフェイスパウダー。ゴールデンブラウンに輝くサテンのパウダーが顔の輪郭をハイライトし、チークに輝きを加えます。繊細な光彩を奏でるエクスクルーシブなクリエーション。続いてディオルミエール。輝きをプラスするジェルアイシャドウ。月の光にインスパイアされた2つのジェルタイプのカラーがセットされたパレット。メタリックコッパーのジェルとゴールドのラメが入ったジェルが眉に虹色のきらめきを与え、目元に深みと輝きをプラスしてサテンの仕上がりを叶えます。まつげに輝きをプラスしたいとき、眉毛を際立たせたいとき、まぶたに明るさを加えたいときにお使いいただけます。そして最後がルージュアリュールレクストレの827ブリュンルネール。一塗りで鮮やかな発色、輝き、ケア効果、すべてを叶えるリップスティック。梅フラワーオイルとベジタブルバターが心地よく包み込み、深い潤いで唇を守ります。今回私は827のブリュンルネール。シックなナイトバーガンディをセレクトしました。それではレキャトルオンブルの限定色からまず単色塗りでカラーを見ていきたいと思います。まずは左上のカラー。こちらはコッパーのカラーですね。こんな感じで一度でもしっかりと発色してくれますが、柔らかい粉質ですごく伸びもいいので、指塗りでも綺麗に使いやすいテクスチャーです。はい、1色目左上のコッパー単色塗りだとこんな感じです。パレット上で見るよりも実際にまぶたの上に乗せた方がオレンジ味を強く感じるのですが、ブランドからの説明にもある通り月の光にインスパイアされたとのことで、明るいけど少し深みも感じるようなすごく絶妙なカラーだなと思います。このコッパーカラーにゴールドの微細ラメが可愛いですね。続いて右上のカラーです。
2色目はアンバーゴールドというカラーです。今回のレケットロンブルは通常よりもさらにパウダーの質感が柔らかい感じがするので、指で塗ってもしっかりと発色しますが、ちゃんと綺麗に伸びてくれますね。上品なツヤ感が綺麗です。はい、2色目アンバーゴールド、こんな感じです。シャネルらしい温かみと上品さと女性らしさもあるカラーですね。左上のコッパーは微細なゴールドラメがちらちらと輝いていましたが、こちらのアンバーゴールドは微細なパールで程よいツヤが出ているのと、柔らかい粉質なのでアイシャドウの境目が綺麗にふんわりとボケてくれる感じがすごく綺麗です。続いて左下のカラーです。こちらのカラーはブロンズということで、こんな感じでブロンズゴールドのきらめきがかなり綺麗ですよね。手元で見た時も思ったのですが、意外とこのまぶたに透け感が残るようなタイプなので、しっかり発色させてもそこまで派手すぎる感じにはならないです。はい、ブロンズこんな感じです。ベースは素肌が透けるような感じなのですが、全くカラーがついていないというわけではなくて、ほんのり透け感のあるブロンズカラーがついていて、その上に大粒のゴールドラメがキラキラと輝いていて、まさにホリデーらしいアイシャドウですね。最後、右下のカラーです。最後、こちらのカラーはブラウンということで、パレット上で見るとカラーがしっかり発色するのかなと思うのですが、こちらも柔らかい粉質で、意外と発色はナチュラルめです。はい、最後、右下のブラウン、こんな感じでした。カラーとしてはほぼベーシックなブラウンに近いのですが、少し赤みを感じるような薄めのココアっぽいブラウンなので、黄身に寄りすぎていないというのと、映像では分かりにくいかもしれないのですが、かなり微細なシルバーのラメがちらちらと輝いているので、ブラウンカラーなのに透明感も引き出してくれています。このカラーもすごく可愛いです。では、レケットロンブル937全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、右上を指に取って、アイホール全体に塗っていきます。今回この特に強いラメを感じないタイプも微細なツヤ感とふんわりとアイシャドウの境目がボケてくれる感じがすごく綺麗だったので、上まぶたは全て指塗りで仕上げていきたいと思います。続いて右下を指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までしっかりと締めていきます。ふんわりとボケてくれるので、指でしっかりまぶた全体を引き締めるように重ねていきます。2色だけのグラデーションでも大人っぽくて素敵ですよね。続いて左下を指に取って上まぶた全体に上からラメをかけていきます。トントンとラメを置くように重ねていくと、こんな感じで綺麗にまぶた全体に散りばめることができます。下まぶたは左上をディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って、パーカラーを下まぶた全体に入れて、明るさを出した後、最後右下をブラシに取って、下まぶた全体にもラメを置くように重ねていきます。こういった毛が密集しているブラシでトントンと置くようにのせれば、ラメ飛びも気になりにくく使いやすいと思います。はい、こんな感じでレキャトルオンブル937全色を使ったメイクが完成しました。
今回粉質の良い同系色でまとまっていて、ふんわりと綺麗にボケてくれるので、テクニックいらずで綺麗なグラデーションを作れるパレットだったなと思いました。4色をどの組み合わせ方をしてもまとまりよく仕上がりそうですし、ベーシックにも使えるけど、上からかけたこのラメカラーがグリッターのような輝きのあるホリデー感満載のラメなので、組み合わせ方でいろいろなメイクが楽しめそうだなと思いました。今回もシャネルらしい上品さもある仕上がりですごく可愛いです。続いてはエクラルネールご紹介していきます。本当に実際のサイズがかなり大きくて、ミラーも大きくて使いやすそうですよね。カウンターでお伺いしたところ、ハイライトとしてはもちろん、顔全体に薄く塗って使うこともできるとのことでしたので、今回はこちら側にハイライト使いをした後に、反対側に全顔に塗ってみて、どんな感じの仕上がりかも見ていきたいと思います。ただこちらには付属のパフやブラシがついていないので、ハイライトにはメイクアップウェバーのチークブラシを使っていきたいと思います。ブラシに軽くで C ゾーンに入れていきます。意外とカラーはつきますが、そこまで濃くもなく、ほんのり血色感があって可愛いですね。はい、エクラルネイル、まずはハイライト使いだとこんな感じでした。ブランドからのカラー説明ではゴールデンブラウンとのことでしたが、実際に肌の上に乗せてみるとピンクブラウンのような柔らかくて温かみも感じるようなカラーなので、意外とヘルシーな印象に寄りすぎていなくて、すごく絶妙な血色感もあって可愛かったです。ホリデー限定のハイライト兼フェイスパウダーということで、どのくらいラメ感やパール感が強いのかなと思っていたのですが、意外とラメやパールも控えめで程よいツヤ感なので、パール感が強いタイプのハイライトを使うと毛穴が悪目立ちしてしまうという方にも使いやすいんじゃないかなと思います。最近はこういったラメやパールは控えめで面でツヤっと光るようなハイライトがトレンドですよね。続いて反対側には顔全体に薄くフェイスパウダーとして塗ってみたいと思います。ブランドではパンソー歌舞伎の108を使って塗るのを推奨しているのですが、パンソー歌舞伎に近いこちらの以前廃盤になってしまったルースタイプのパウダーファンデーションの付属についていたこのミニ歌舞伎ブラシで塗っていきたいと思います。歌舞伎ブラシに取って沿くように乗せてくるくると磨いていきます。綺麗なツヤが出てきましたね。はい、こちら側半分はエクラルネイル、ブラシで全体に薄く塗ってみました。全体に塗ると程よいツヤが出てすごく綺麗ですよね。カラーがついているタイプですが、明るくて白っぽくなるわけではなくて、ピンクブラウンという感じのカラーなので、肌なじみが良くて、温かみと程よい血色感と女性らしい柔らかい雰囲気が出るようなカラーとツヤが加わって、やりすぎ感はないのにすごく立体的で綺麗な肌に仕上げてくれます。今私チークを塗っていないのですが、チークレスのメイクでも程よい血色感と立体感があるので、すごくまとまりがいいですよね。そしてハイライト使いした時と同様、やはりラメ感やパール感はそこまで強いタイプではないので、顔全体に塗っても比較的毛穴の悪目立ちは気にならないかなと思います。ツヤ感は出したいけど白っぽく明るく浮く感じにはしたくないという方にぴったりですごく綺麗です。はい、エクラルネイルこんな感じでした。全体的に薄くブラシで塗った後に、さらに C ゾーンにハイライトとしてしっかり発色させてみました。これ一つで洗練された女性らしい立体感のある肌を作ってくれるフェイスカラーで、シェーディングやハイライトなどを入れなくても、これ一つでメリハリのある肌に仕上げてくれて、すごく綺麗なアイテムでした。
これはものすごくいいアイテムですね。コンターリングをしてみたいけど難しそうという方は、すぐに立体感をプラスできるので、すごくおすすめです。続いてはディオールミエールご紹介していきます。アイシャドウや眉やまつげなど、マルチに使えるタイプのパレットで、パウダーアイシャドウの上から重ねて使うのが推奨のようなのですが、一旦単色塗りしてみて、実際に肌の上にのせてみるとどんな感じの発色なのか見ていきたいと思います。まずこちらゴールドのカラーです。意外とこちらのカラーはベースに透け感があるタイプで、ゴールドのラメをチラチラとしてみます。もう少し固めのジェルかなと思っていたのですが、意外と緩いですね。はい、1色目こんな感じで、カラーはほぼついていなくて、ジェルの濡れツヤ感とゴールドの微細ラメがたまにキラッと輝くかな程度の質感でした。以前動画でご紹介させていただいたゲランのクリスマスコフレで発売されたジェルグロスよりは少し固めですが、リップクリームよりも緩めという感じのテクスチャーなので、アイシャドウのベースとして使うのには少し使いにくいかなと思います。続いて右のカラーです。2色目は、こちらは意外とベースのカラーがしっかりついていますね。2色目はベースにうっすらとしたベージュ系のカラーと、ジェルの濡れツヤ感だけでなくパール感も感じるカラーです。ただこちらも左のカラーと質感は同じでかなり緩めですね。カラーとしてはすごく可愛いと思います。レキャトルオンブルのグラデーションの上にも重ねてみたいと思います。まず右側にこちらのゴールドですね、塗っていきます。まぶたの中心にトントンと重ねてみます。今、ベースにこのゴールドのラメカラーを塗っているので、あんまり変化はわからないかなと思いますが、少し明るめの濡れツヤ感が足されますね。はい、まずゴールド重ねてみました。テクスチャーは柔らかいタイプのジェルですが、意外とパウダータイプのアイシャドウの上にのせても、そこまで濡れツヤ感が強く出るというわけではなく、ほんの少しツヤっと光るかなくらいの質感なので、意外と使いやすいなぁと感じました。ただ、角度によってはこんな感じで、やりすぎ感のない濡れツヤ感と微細なラメがチラチラと輝いて、綺麗ですね。続いてこちらのカラーを左目に塗っていきます。こちらの方が意外とカラーが変化したのがわかりますね。明るさが出るのですが、少しブラウンっぽいニュアンスが足されて可愛いです。はい、こちら側に左側のカラーのせてみました。右のゴールドよりもベースのカラーがしっかりついているので、濡れツヤ感は出つつ、少しブラウンっぽいニュアンスも足されて、大人っぽくて素敵ですね。続いてはレキャタルオンブルのこの右下のカラーのみを上下のまぶたに塗ったので、この上にまずはこの右のカラーをのせてみたいと思います。先ほどはキャトルのラメカラーの上からのせたので、あまりラメ感などがわかりにくかったのですが、ラメが少ないタイプのパウダーアイシャドウの上に重ねると、こんな感じで濡れツヤ感とラメ感が綺麗に出ますね。やはりツヤツヤしすぎていない質感なので、意外と組み合わせやすいと思います。続いてゴールドを下まつげにつけてみたいと思います。付属のスクリューブラシがついていますが、こちらの固めのブラシにとって、一本一本まつげをコーティングするようにのせた方が、ラメはしっかり乗るかなと思います。はい、下まつげにゴールドラメ塗ってみました。付属でスクリューブラシがついていますが、思ったよりも緩めのジェルテクスチャーだったので、
スクリューブラシで溶かすと下に塗っているマスカラが一緒に落ちてしまうかなと思ったので、固めのブラシでのせるようにつけてみたのですが、その方がベースのマスカラも落ちずにラメものせることができました。動いた時にキラッと輝くかなという感じはしますが、あんまりわからないですよね。個人的にはアイシャドウの上に使うのがおすすめかなと思います。では最後、ルージュアリュールレクストレです。アイシャドウのレビューの時から塗っているので、結構時間が経っているのですが、すごく色持ちもいいですし、ルージュアリュールよりもさらにしっとり感があって、乾燥が気になるなという状態の唇に塗りましたが、パサついてくる感じもしなくて、すごく使いやすいです。塗りたての質感としてはもう少ししっかりとツヤが出て、立体感が出るような仕上がりでした。カラーもしっかり発色してくれます。はい、ではこんな感じで10月14日から先行発売中で、10月28日全国発売のシャネルホリデーメイクアップコレクションをご紹介していきました。大注目のレキャトロンブルは質感もカラーもかなり使いやすくて、テクニックいらずで簡単なグラデーションが楽しめるのと、エクラルネイルも柔らかさと血色感と女性らしさも引き立ててくれるような立体的な肌に仕上げてくれて、チークやハイライトなしでもすごく綺麗な仕上がりだったので、今回のコレクションは見た目からもホリデーの特別感があるのはもちろんですが、テクニックいらずで洗練されたメイクに仕上げてくれるコレクションだったなと思いました。気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。